今日は分け出しなんだけど、曇ってるし、巣を足すのが間に合わなくて、こんなことになってるわけだよ。大群になってる。そう。だから女王が見つからない確率が高いんだけど、ああ、そうだね。そんなことは気にせずにやっていくと。ここはもともと販売っていうのは今年あれ、鉢不足だったんで、女王1枚だけが基本なんだよ、これ。3月に持ってきたやつで。で、1ヶ月前にインスタンが巣を出しに来た。で、それを分けてるんで、多分ダメなやつもたくさんあると思うんだよ。もう売るにどんどん売っちゃった残りとか。で、ここの鉢場の特徴は、とにかく交尾率が悪い。めちゃくちゃ悪いんだよ。だから、そのままほっといても多分、全部分蜂して、消滅して終わる。そう。でも、軽々よ、そんな鉢だから。一回も餌くれ来てねえもん。もう、これなんかもう、オスバチの巣じゃん。本当だね。もともと、こういう巣を使ったわけなんだよ。これもう捨てちゃなくちゃダメだ、巣はね。しかも、女王が見つからないと。女王いる？いやー、どこ行っちゃったんかな。しばらく見てないな。これ、見つかんないやつが斜めになってるやつなんだけど、後で、オーダー入れてくるわけで。見つかんねえな。あ、いた。いた？まあ、どっちでもいいんだけどな。こんなの、気にしてたところで、ちゃんと、やったところであんまり意味ねえんだよね。夏尾さんが大変になるっていう感じ？そうだな。そうでもない。今までとやり方変えたんだよ。で、今までと同じ方法で分けてるグループと、俺はもう全く違う方法で分け出して、全く違うっていうか違う方法だな。で、結果がどうなるか。俺のやり方は、めちゃくちゃ早い。早いっつうか、だからなんつったら、トータルで見れば変わんねえと思うんだけど、部分的には早いんだよ。しかもいい加減。なかなかね。普通はどうやってんの？普通はね、なかなかあれだね。普通はどうやってんかな。
いやー、どう説明したらいいんだろうね。まず箱のセットから始まるよな。ああ、うん。ちゃんと給餌器入れて、巣をセットして、巣を3枚なら3枚セットして、で、それから8倍持ってきて、俺が持ってきてるのは空箱だけな、空箱と裾だけだから。で、これをとりあえず事務所に持ち帰って、夏男がどうにかすると。そういう作戦だから。基本だから王が見つからなければ10日後ぐらいに来て、大台を入れると。で、10日後ぐらいだったら、足した巣に、大台、足した巣とか元の巣に大台ができてればもう、王がいないってことなんで、簡単なんだよ。で、卵があれば王がいるってことだから。今まではもっとでかくやってたね。今の時期、だからこのくらいのは分けなかったよ。もうめちゃくちゃ今年は小さくしてるの。小さくすれば、アピバールが効くかもしれないっていう。ただそれだけのことで。もちろんだから、大台入れたやつも、大台とか芯を作るやつも、大台を入れるタイミングを10日以上遅らしてるんで、完全に法事が切れる状態は作ってるわけだ。ところがだ。何はいる？いや。作ってるんだけど、だからアピバールがそれで効くのかっていう。別に法事があろうがなかろうが。聞かなきゃダメだよなって。そんな中途半端な状態で聞いてくれてんのかどうかっていうのがわからない。で、この週3はもう、聞かない子。聞くっていう定義は難しいよな。聞かない。聞かないことはないんだけど、期待するほど聞いてないっつったら。だから、今年は、チモールをメインにしようかなとは思ってんだ。うわぁ、見つかんねえよ、本当に。2回ぐらいは最低でも。2周するんだ。ちゃんと、2回見て見つかんなきゃもう、わからないってことで、適当でいいの。2枚ぐらいにして、酢足しとくの。だから、これ餌くれないともう、みんな軽いんだよ。軽々。で、こうやってして、
クエスチョンマークをつけてくれば、10日後、日産が餌と大台を持ってくるわけで。で、クエスチョンマークだと、まあ、その丁寧に、こう、王がいるかチェックしてくれるわけで。だから、大台ができてなくて卵があれば、もう王がいるってわけだから、それは王を入れなくて済むわけで。だから、自然にできてなければってこと？こうやって今放置しといて、今いるかわかんないやつを放置して。10日後に見れば、もう即わかるわけで。王がいるいないっていう。じゃあ、もし、いなかった場合はこっちに持って帰っちゃってるっていう。こっちも王が入ってる可能性が高いわけで。こっちは夏尾さんが一個一個めちゃくちゃチェックして。いや、これのチェックも、これも基本的には、イチゴの少ない王がいる鉢に混ぜるか、無黄群で販売する場合と、あとは、その、大台入れて芯を作らせる場合と、あるわけだよ。3パターンに。そうそうそう。だから、とりあえず、鉢を持っていけば、あとは、みんなに丸投げ。だから全体で見ると仕事の量は変わってないかもしれないけど、そこは難しいところだよな。ここでの量は減ってる。ここでの量は減って他に仕事を。しわ寄せがいってる。そう。これ、エリアフゴールドラットの全体最適に反してるかもしれない。かわいそうに。全体最適を考えないやつが一人いるんだ、ここに。で、他にこう。かわいそう。だけど、これ、ほっとけばみんな分蜂しちゃうんだよ。分蜂したんだったら、ここだけのスピードを上げるっていうのも一つの考えだから。という理屈をこねて。それっぽいこと言っといて。そう。ところが俺があんまり適当にやっていくと、だんだん夏尾からの苦情が増えてくるわけで。例えば釘なんか一度も打ったことないんで、もう適当にボンボンもっと巣もたくさん入れて、なるべく箱の数もここで扱うの少ないし、ただ持ってけいやってどんどん持ってったら、もうちょっと真面目にやるって言われる。そんなあれだよな。真面目にやったってな。真面目にやればいいって問題でもないからね。これは最終的に帳尻を合わせればいいんで。だから帳尻合わせる人が大変ってことだから。だからなんだ、この時期の仕事をなるべく減らして、結局ここでちゃんとやったところで、また帳尻合わせる作業っていうのが入るんだよ。結局ね。そうなんだよ。結局生き物だからばらつきが出るから。だったらこういい加減にやって、帳尻作業をちょっと時間が取れるときにやればいいんじゃない夏尾さんが？帳尻作業ってのは今から、だからこれが産卵したりとか、帳尻作業って秋頃までのことだから。もしかしたら第二で壊滅してるかもしれない。まあね。それ、あれか。アピバールが経費だけかかって、ダニが蜂が死ぬと。ここ数年のパターン。ほっといて、もうあれか。だったら、今スピードで分け出して、だから、ポイントは法事を切った時に、法事を切る、芯を作る時にね、産卵まで期間があるから、大台入れてから。そこでアピバーレ入れて、それが効くのかどうかって問題。いかにもなんか、世界中の人が、そこをついてないような気がするんだけど、そこで効かなきゃもう、大台をずらして入れるのも意味がないんだよ。あれ、そういうの言ってないんだっけ？
あ、法事にはキャップ下の法事には効かないよって言ってるだけだっけ？聞かないんだけど、だから製品の説明書は長期間40日や40日聞くから、キャップがしてあったやつにも結果的に効果があるっていう風にして販売してるんだけど、それは嘘なんだよ。体感？体感じゃない、聞かねえんだよ。あ、そう。それで聞けば、まあそっか、全滅してるわけだもんね。そう。蜂は死なないんだよ。そうだよね。そんな当たり前で、そうそう、薬の量が少なすぎるじゃなくて、数が少なすぎるわけ。じゃあ今実験中？実験になるかもしれない。いや、だから今までとは違う方法だよな。もっとすごく小さくしてるから。で、去年の一番の敗因は、シュウ酸とアピバールを同時に使ったっていう。アピバールとチモールは OK だけど、でもなんでなんだろうね。いや、論文があったわけだよ。アピバールの効果が4分の1になると、酸と一緒に使うと。あ、なるほどね。その論文も本当なのかな。一応、査読はついてたみたいだけど。だから、ただ、間違いなく台に残ってると思う。どうしようかな。また分けようか。限りなく信用を作っていけばいいんじゃないの？どういうこと？法事を一回切るっていうこと？そう、一回切るんだったら信用を作っちゃった方が早いじゃんって。わざわざカゴに入れるより。だろ？そうだね。確かにね。ところがここは交尾率が3割とか。普通は6とか7とか。普通は7割以上はいくよ。まあそれはだからこれから今分け出してからで10日後オーダー入れてで20日目で確認できて1ヶ月後にどうなるかは分かるわけで。あれ他の場所もこういうやり方でやってんの今？俺だけはね。で基本俺が販売の方をやってたんで今注文が減ったから分け出しやってるんで。なるほど。じゃあここは初めて？片っ端から分けてるのは初めて。そしたら案外時間かかる。販売の方が楽だな。まあそんなところかな。